台湾の山奥に車では行けない遊園地があります。そこへ行く方法は滝の上を登るロープウェイだけ。かつて休日には1万人近くが訪れたこの場所には今もホテルが残っています。日帰り客が帰った後、山の上は一体どんな姿になるのか。今回は60年前に作られた天空の遊園地に一晩泊まってみます。こんにちは、翔です。今回僕はですね、今台北の市内を車で移動してるんですけど、今日はここから新北市の烏来というところに向かっていきます。烏来は台北の中心部からおよそ1時間、山に囲まれた台湾でも有名な温泉街なんですけど、今回の目的地はその烏来の町ではありません。この烏来のさらに山奥に一般客は車で行くことができずにロープウェイでしか入れない遊園地があります。その場所の名前はユインシェンルーユ園という場所で、約60年前に山の上に作られた天空の遊園地です。そして驚くことに、その園内には現在も営業を続けているホテルがあって、今回はそこへ実際に一泊します。昼間の園内はどんな雰囲気なのか、そして日帰りの観光客が帰った後その場所は一体どうなるのか、一晩滞在しながら皆さんにその様子をお届けしていきたいと思います。そして今回の撮影では DJI さんから最近発売されたこの DJI Osmo Pocket 4を使って撮影していきます。街の様子であったりロープウェイ、遊園地の様子、このカメラで撮影していきますので、その様子も楽しみにしていてください。というわけで安全運転で烏来の方に向かっていきます。今回向かっている烏来は現在では台北近郊の温泉地として知られています。ただ、もともとはタイヤル族の人々が暮らしてきた山間部で、烏来という地名も熱い湯を表すタイヤル語に由来すると言われています。温泉観光が本格的に始まったのは日本統治時代の1900年代初め。山、渓谷、温泉、滝、そしてタイヤル族の文化を一度に体験できる場所として、烏来は早くから観光地になっていきました。戦後の1950年代には台湾政府の観光開発計画でも重点地域に選ばれ、烏来は台湾を代表する山岳観光地へ成長していきます。そしてその観光開発の象徴として約60年前に作られたのが、これから向かうロープウェイとユインシェンルーユ園でした。というわけで今烏来の町にやってきました。現在の烏来の観光の中心部がこちらに見えるラオジエになっています。1960年代には海外から来た観光客が隊長と呼ばれるトロッコに乗って滝を見てタイヤル族の劇を鑑賞し、最後に温泉に入るというコースが人気だったそうです。当時はジーロン港に入った国際観光船が台北観光と一緒にこの烏来に訪れるという観光コースもあったそうです。しかし今回宿泊する場所っていうのは、この賑やかな温泉街ではなくて、さらにずっと奥へ進んでいった場所になります。やっぱりこのオスモポケットシリーズ、ものすごく取り扱いしやすくて、この大きさですよ。もう手のひらに収まるようなサイズで綺麗な映像が撮れて、しかもポケットにも普通に入るっていう、この持ち運びのしやすさがものすごく素晴らしくて、非常に助かっているポイントです。普通のカメラだと取り出して構えて撮影するまでに少し時間がかかるんですけど、オスモポケット4はポケットやバッグからすぐに取り出して撮影できます。旅先では急に景色が変わったり面白いものを見つけることが多いので、撮りたいと思った瞬間にすぐ撮れるのはかなり大きいです。今回はレンタカーでロープウェイ乗り場の近くまで向かっていますが、烏来ラオジェからは隊長と呼ばれる小さなトロッコに乗っていくこともできます。この隊長はもともと林業に関する運搬用の設備として使われていたもので、現在は観光用の乗り物として残っています。距離は短いんですが、山の中を小さな車両で進んでいくので、普通の電車とは違うスリルがあってかなり楽しいです。烏来に来たら温泉街だけでなく、この隊長に乗って滝やロープウェイ方面まで行くのもかなりおすすめです。というわけで駐車場の方までやってきました。一応車で訪れることができるのはここまでです。ここから先は一体どうやって行くかっていうと、こちらにユインシェンルーユ園コンゾンランチョって書いてある場所があるんですけど、今あちらに停止してますけど、こちらのランチョゴンドラに乗ってずーっとあっち、
はい、ここまでゴンドラに乗っていきます。今から行く遊園地はこのゴンドラに乗ってじゃないといけない遊園地になってます。ここにはウーライプーブーっていう有名な滝があって、これも綺麗ですね。旅先で動画を撮っていると、遠くにある景色や建物をもう少し寄って撮りたい場面って結構あります。今もロープウェイを撮るときに少しズームしていたんですけど、オスモポケット4は撮影中の2倍ロスレスズームに対応していて、さらに4倍まで切り替えることができます。特に街の中を歩いていると、離れた場所から撮りたいカットや細かい部分を強調して見せるみたいなカットを1台で撮れるのがかなり便利です。しかもなんかここにめちゃくちゃ大きい廃墟ホテルあるんですよね。結構このウーライの奥の方に来るとね、ちょっと古い感じっていうか、ちょっとね街自体が寂れたような感じがあって、これもね僕の大好きな雰囲気なんですよね。このホテルもなんかすごい原住民をイメージしたようなデザインが施されていて、いやこれもなかなか味のある廃墟でいいですね。ここはナールワン温泉ドゥジャファンディエン、リゾートホテルだったみたいですね。いやこれもでかいな。なんか今見てたらね、あっちの方にある建物も廃墟っぽいんだよな。このウーライの街最近結構廃墟化も進んできてるのかな。これちょっと意外だな。今ちょっと滝を見に行こうと街の方を歩いてるんですけど、これすごいな。全部潰れてる。ウーライのこの奥の方の街、だいぶ廃墟がたくさんある感じになってますね。観光客は別にいないわけじゃないんですけど、この雰囲気ですよ。すごい味がある雰囲気ですね。この右側とか左側とかも何か体験するお店とかレストランとかだったのかな。今はもうボロボロになっちゃってますね。うわ、ウーライの奥の方に来るとこんなことになってるんだ。初めて知った。こことかもお店がもうなくなっちゃってて、わあ、もぬけの殻だ。もともとお店あったんだろうな。これがウーライプーブーという名前の滝です。めっちゃマイナスイオンを感じる。気持ちいい。やっぱり普段台北にいるから、こういうところに来るとめちゃくちゃ落ち着いた気持ちになりますね。いや本当にマイナスイオンビンビンだ。この滝の上をゴンドラが通って遊園地に行くんですよ。ものすごい楽しみだな。ロープウェイに乗る前に、まず宿泊者は乗り場の下にある接待中心で受付をします。ここでユインシェンルーユエンのホテルに宿泊しますと伝えると、駐車場の案内や大きな荷物の運搬、ロープウェイのチケットまでまとめて用意してもらえます。正直山の上のホテルなので、車はどこに止めるのか、荷物はどうするのか少し不安だったんですけど、案内がかなり丁寧で分かりやすかったです。というわけで今からゴンドラの方に乗っていきたいと思います。このウーライロープウェイが開業したのは今から約60年前の1967年、台湾で最初の旅客用観光ロープウェイとして作られ、ユインシェンルーユエンと同じ日に営業を開始しました。当時は道路で直接アクセスできない山の上へ観光客を運ぶ、まさに遊園地の玄関口でした。最盛期には休日だけで1万人近くが山の上を訪れたといいます。開業当初は19人乗りだった車両も観光客の増加に合わせて次第に大型化されていきました。現在使われているのは第6世代の車両で、定員は71人。なぜこれほど大きなロープウェイが必要だったのか、その理由は山の上に到着すると見えてきます。というわけで上にやってきました。めちゃくちゃ高い。ゾワゾワするぐらい高いんですけど、景色ものすごく綺麗だな。奥の方にラオジェが見えて、あそこからねだいたい2分ぐらいで来れるのでめっちゃ早かったですね。景色もすごい綺麗だった。いやー素晴らしい自然ですね。というわけでゴンドラ降りて遊園地にやってきましたというわけではなくて、実はですねここから地獄の修行が始まります。この遊園地、ゴンドラ降りたらすぐたどり着けるわけではなくて、ここからさらに300段の階段を上るという修行を終えてから、遊園地にたどり着くことができます。というわけで頑張って階段を上っていきます。やっぱりねこの遊園地300段階段上って
行かないとたどり着かないので、本当に足腰不自由な方とか、ね、体力に自信のない方はね結構入るの難しいんですよね。でもさすがにね至る所にこうやって座る場所とか用意されてますね。これ結構高齢の方とか来たら相当大変そうだな。皆さん結構年齢高めの方もいらっしゃってるので、いや本当台湾のご高齢の方ものすごく元気で素晴らしいです。バックソーだ、お寺みたいなものが出てきましたね。これもすっごい歴史あるんだろうな。お参りしてきますか。YouTuber のショートラベラーです。今日は撮影でユンションルーエにやってきました。撮影がうまく無事終わりますように、ぜひお守りください。ぜひお見守りください。結構普通に舐めてたけど階段すげえ急だ。これは相当疲れる。これは強烈ですね。先が見えませんよ。いや頑張っていきますか。かわいいトカゲさん発見。こんにちは。おーすごい、あんまり日本では見ないタイプのトカゲさんですね。なんて種類なんだろう。動物たちも自然もいっぱいですね。こんにちは、トカゲさん、ショーです。よろしくお願いします。階段や坂道が多くて歩きながら撮る場面がかなり多かったんですけど、コスモポケット4は本体に3軸ジンバルが搭載されています。なのでこうやって山道や園内を歩きながら撮っても映像がかなり滑らかに残ります。一人で旅動画を撮影する場合、この安定感があるだけで後から見た時の映像の使いやすさがかなり変わります。看板が見えてきました。ユンシェンルー園。ここは入り口か。いやたどり着いたのか。今日泊まるホテル見えたかも。ここにはリアルなタイヤル族のお人形さんがありますね。この伝統的な服、今見るとものすごいおしゃれだな。ものすごく綺麗な湖があって、たくさんの人がボートで遊んでる。僕も遊ぼうかな。いや本当に遊園地って聞いてきたけど、ものすごい自然豊かで、なんかこの自然公園みたいな、本当に落ち着く空間だ。水の流れる音となんか心地よい音楽が聞こえて、チルです。ここが本日宿泊するホテルになります。ものすごく雰囲気、なんか森の中に囲まれたホテルですね。いやいいね。チェックインはねちょっと後からして、まずは園内の様子見ていきたいと思います。タイヤル族の衣装です。似合いますか。ここら辺にもタイヤル族の像が結構たくさんあって、やっぱりここは原住民の文化ではそういうのを保存するために作られた遊園地なのかな。ここ水の中に入ってもいい場所あるんだ。いいね。今日もやっぱり暑いから皆さんねたくさん涼んでますね。ここにはなんか立派な橋があるな。今は工事中で渡れないんだ。楽しそうだけど今は工事中で入れないみたいです。というわけで遊園地の方にやってまいりました。最初は遊園地って聞いてたので、なんか遊具とかすごいたくさんあるのかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて、ものすごい自然が豊かで、どちらかというと森林公園みたいな形に今なってるみたいですね。ではなぜこんな場所にロープウェイを使った遊園地が作られたのか。このウーライっていうのは昔から林業が盛んな地域で、この山にも林業に関わる人や設備っていうのがたくさんありました。その中で生まれたのがウーライプーブーの上にロープウェイをかけて観光客を空から山の中へ運ぶという、当時としてはかなり大胆な計画でした。しかしここで一つ問題があって、ロープウェイに乗って滝を眺めて向こう側に行ってただ帰ってくるだけでは観光は十数分で終わってしまいます。
そこで山頂側にあった比較的平らだったこの土地を開発して、そのロープウェイに乗った先の目的地として作られたのがこのユインシェンルーユ園でした。ここにはカモちゃんたちが普通に歩いてるわ。わあ、鯉とかカモとかたくさんいますね。こんにちは。お友達になりませんか？あ、いや、こうやって今園内を見てると、一般的なテーマパークというふうには見えなくて、どちらかというと自然が豊かな公園であったり、そういったものに見えると思うんですけど、実はこの場所最初からこういった自然公園だったわけではありません。ユインシェンルーユ園が開業したのは1967年、台湾で最初の民営遊園地とされています。現在は自然の多い静かな施設になっていますが、かつてはジェットコースターや海賊船、ポンポン町などさまざまな大型遊具が営業していました。この場所とかも今は使われてないけど、もともとはその遊園地の中にあったアトラクションの一つとか、そういったものに使われていたのかもしれないですね。当時どういった雰囲気だったのかすごい気になるな。こういった看板とか見てみても一応手入れはされていると思うんですけど、60年前に作られた遊園地ということで、もうね、なんて書いてあるか全然読めません。なんか植物に関する解説が書いてあるみたいですね。この木とかもうすごいなんか南国っぽい木で、ここはもう本当に台湾の山の中なので、もう台湾のジャングルと言っても過言ではないぐらい自然が豊かですね。こういうところとかも多分当時アトラクションとして使われてたんだろうな。今このワーンワーンって書いてある壁がありますけど、おそらくこれね、多分当時入れたんですよね。いや、何やったんだろうな、すごい気になるな。そしてユインシェンルーユ園にはもう一つ意外な転換点があります。現在この施設を運営しているのは台湾のお菓子メーカーとして知られるワンワングループです。ただし最初から山の上の遊園地を買いたいと考えて取得したわけではありません。かつての所有者がユインシェンルーユ園の株式を担保にワンワン側から資金を借りていましたが、返済が難しくなり、その株式を通じてワンワングループが経営を引き継ぐことになりました。経営が変わったのは2016年頃、車で直接来られず大型遊具もなくなった山の上の遊園地をなぜ今も営業し続けているのか不思議に感じます。このユインシェンルーユについて調べている時に一つ面白い記事を見つけて、1970年に先ほどのロープウェイの運転手と乗務員がこの場所で結婚式を挙げて、ロープウェイに乗って一緒にここに訪れたみたいな記事もあって、やっぱり当時は若者とかにも人気の遊園地だったみたいです。でも今このユインシェンルーエの中歩いてるんだけど、なんか結構立ち入り禁止の場所多いんだよな。ここは園外の範囲って書いてあって、結構行き止まりがたくさんあって、やっぱり当時の跡がもしかして残っているのか、全然管理してないから立ち入れないとか、そういった原因があるかもしれないんですけど、今立ち入りできる範囲では結構狭くなってるみたいですね。ワンワン愛心農ちゃんっていう農場があるんですけど、何の農場なんだろう。今は何も育ててないのかな。いや、なんかちょっと寂しい感じするな、これは。お花とかあるのかなと思ったけど、何も咲いてないっていう。この辺りとかも多分もともと遊園地の何かとして使われてたんだけど、今も誰かの作業小屋みたいになってるのかな。なんかすごい結構ボロボロだな。なんか台湾あるあるだけど、こういうところ結構適当なんですよね。園内の中はちらほら観光客の方いらっしゃるんですよ。一応今日土曜日に訪れているので、土曜日でこのユインシェンルーユ園の人でどのぐらいかなと思って見に来たんですけど、思ったより人は少なかったですね。こういうところに来てなんかすごいぼーっとするのめっちゃ気持ちいいな。やっぱり日々最近はかなり忙しくさせていただいてて、毎日ね、なんか結構大変なんですけど、こういった場所に来るとね、この自然がパワーをくれるっていうか、なんか本当に心が落ち着くんですよね。なんか開放的だ、本当に空間が。なんか日常のしがらみを忘れられるような、そんな自然ですね。こことかも行き止まりになってるんですけど、これとか見たらロイウェンファンシャンって書いてあるから、本当はこっちの方向になんかアトラクションとか楽しいものがあったと思うんですけど、今なんで塞がってるんだろうな。もしかして何か開発してるのかな。でも今見る感じだったらなんかあんまり手をつけてない感じですよね。本当は上の方とか見るとまだ道が全然続いてるから、もう当時は本当にもっと広大な大自然の中にすごいアトラクションがあったりだとか、他にも楽しめる場所があったと思うんですけど、そんなに広くない範囲で
自然を楽しむみたいな方向になっちゃってるのかな。全盛期に比べるとものすごく人は少なくなってるんですけど、それはただ単純に人気がなくなったからとかそういうわけではなくて、やっぱり台湾でも1980年代に入ってくると台湾全国でいろんな場所にこういった遊園地というのが作られるようになりました。さらにこの烏来の一帯っていうのは台湾の重要な水源を守る地域に指定されていて、新しい大規模開発であったり施設の更新にかなり制限がかかっているみたいです。その結果、このユインシェンルー園っていうのは機械式の遊具を少しずつ撤去していって、自然や生態を中心とする施設へ転換していきました。そしてこの烏来は2015年に一度ものすごい大きな台風の被害を受けていて、道路であったりトロッコとかも被害を受けて、この地域の観光産業もかなり衰退しています。つまりこのユインシェンルー園も、烏来もただ一気に衰退したわけではなくて、新しい遊園地との競争であったり水源を守るための規制、施設の老朽化、そして自然災害、さまざまな変化の中で、大型遊具っていうのがなくなっていって、それでも形を変えながら生き残ってきた遊園地という場所になっています。ここは立ち入り禁止になってるんですけど、なんか遊具みたいなもの、ていうかこんな広かったんだ。やっぱりなんか遊園地にあった遊具みたいなものちょっと残されてるんですけど、やっぱりこういった感じで今開発してるっぽいですね。こっち側も見続いてるんですよ。今回来たタイミング結構悪かったかもな。もし昔こういった場所にどういった遊具があったとかご存知の方いらっしゃったらぜひ教えてください。もう今後ねどうなっていくか非常に楽しみですけど、昔の景色を想像しながらこうやって歩くの僕大好きなので、ぜひコメントお待ちしております。しかもやっぱり水めちゃくちゃ綺麗だ。これ透き通ってるよ、すごい。うわー綺麗。ほら、なんか生き物とかいないかな。これ一体エビいるじゃん。かわいいエビちゃん歩いてるわ。テクテクしてますね。気持ちいい。めっちゃ操作むずい。初めて乗ったけどめっちゃ操作難しいわこれ。でも超楽しい。やばいもう腕が疲れすぎてダメだこりゃ。レイや。結構ギリギリ。これいけるかな。よいしょよいしょ。いいね。スリルありますねこれは。よいしょよいしょ。じゃあ園内をね満喫してきたので、早速こちらのユインシェンダーファンデンの方にチェックインしていきますか。没有电梯吗？OK， 2楼ね。OK， 謝謝。で今回の部屋が5階なので、5階まで階段で頑張って歩いていきます。いいな本当に。こうやって館内を見渡しても本当に一昔前のホテルっていう雰囲気があって、めちゃくちゃいいなこれ。そうだ、台湾は昔の建物は特に4階がないことが多いから、もう4階が5階なんだ。4階が5階。昔はなんかすっごい豪華なホテルだったんだろうな。今の僕たちからすると、ちょっと一昔前の古びたホテルって感じだと思うんですけど、当時の人からしたら素晴らしいホテルだったんだろうな。お邪魔します。めっちゃ涼しいし部屋普通に広くて最高です。一応ね一番安い部屋じゃなくて真ん中ぐらいのグレードの部屋にしたんですけど、やっぱそれにしてよかった。めっちゃ過ごしやすそう。ものすごいいい雰囲気じゃんこれ。こうやって窓からね自然がたくさん見えて、いいね。なんとなく昭和時代に作られた日本のホテルみたいな雰囲気があって、めっちゃ大好きな雰囲気。僕よく地方の昭和時代に作られたホテルとか結構行くんですけど、なんかそれっぽい雰囲気があって、いいですね本当に。でお菓子とかも用意してある。すごい美味しそうなお菓子。お茶コーヒーがあって、テレビもしっかりとあって、お風呂場はどんな感じなんだろう。結構古めなのかな。でも全然いいですね。これも昭和のホテルっていう雰囲気ですね。
というわけでホテルにチェックインしてきたんですけど、今回はこの DJI さんから、新商品の DJI Osmo Pocket 4を提供していただいて、この動画を撮影しております。で、実は僕普段から、全て撮影は DJI の製品で行っていて、今撮っているこのカメラも DJI Osmo Pocket 3を使っています。で、普段使っているドローンもこちらの DJI さんのフリップという商品を使わせていただいていて、さらにもう一つのカメラもう DJI の Osmo Action 6という製品を使わせていただいていて、もう普段からかなり DJI のヘビーユーザーなので、もうこの商品もねものすごく楽しみにしてたんですよ。他のカメラも使って撮影している部分もあるんですけど、基本的に今回の撮影は全てこのカメラを使用して撮影しています。街の様子であったりだとか、ロープウェイの映像、あと園内の様子とか、そういったのを小さなこのカメラで全部撮影しています。ものすごく画質綺麗ですよね。で、なんでそんなに画質が綺麗かっていうと、今回のこの Osmo Pocket 4には新しい1インチ CMOS センサーが搭載されていて、14段階のダイナミックレンジにも対応しています。特に僕今回の撮影で、例えば太陽が強い部分とか影の部分とか、そういった明るい暗いの表現っていうのがこのカメラすごく上手にできてるなっていうのを感じました。さらにアクティブトラックっていう機能があって、これ僕一人で撮影してる時にものすごく便利だと思ってるんですけど、被写体を追従して追いかけてくれる機能も搭載されています。今回お送りいただいたこのカメラは、クリエイターコンボっていう種類のセットをお送りいただいたんですけど、その中にはね、今回僕が使用しているこのマイクもこの大きさですよ。この大きさで音質がものすごく綺麗で、取り扱いめちゃくちゃしやすいマイクです。これ普段からものすごく重宝して使ってます。そして僕昔からずっとこのポケットシリーズっていうのを使ってるんですけど、今回進化した部分でものすごいなと思ったのが、映像が綺麗になったことはもちろんなんですけど、本体に 107GB の内蔵ストレージが追加されて、メモリーカードを挿さなくても撮影できるようになりました。これがすごい便利で、僕普段メモリーカードの管理とかすごいずさんなので、これ1台持っていくだけで撮影できるのがすごい便利だと思ってます。それに加えてこの Osmo Pocket 4では 4K の240フレームの撮影にも対応していて、スローモーションでもかなり綺麗な映像を撮ることができました。そして今回一番試してみたいのが夜の撮影で、僕前まで使っていた Osmo Pocket 3っていうのはちょっと夜の映像が弱いなって感じる部分があったんですけど、一般営業が終わった後、この遊園地がどのくらい暗くなるかわからないんですけど、実際に夜の園内を歩きながら、新しく搭載された1インチセンサーの低照度の撮影であったりだとか、今回ね新しく搭載されたこの補助ライトもありますので、こういったものを駆使しながら夜でもどれだけ綺麗な映像が撮れるのかっていうのをね、皆さんにお届けしていきたいと思います。なんか客室から外に出れる場所があるな。ここもお部屋があるのかな。ここすごい空間だな。何なんだろう。このホテルものすごく部屋数多いな。ここはもしかしたら VIP ルームとかがあるエリアなのか。VIP ルームにしようと思ったんだけど、所詮 VIP ルームのお値段が思った以上に高くて、今回はちょっと中くらいの場所にさせていただきました。で、このホテルっていうのは一応この遊園地が誕生した際に宿泊施設っていうのがもうすでに存在していたらしいんですけど、このユインシェンダーファンテンが開業したのは1990年とされています。なので開業してから大体23年後ぐらいに作られたホテルになっていて、部屋数もねものすごく多くて100室ぐらいあるのかな。でね、6階までしっかりあって、最初このホテル見た時、そんな大きくないホテルなんだろうなと思ってたんですけど、中にレストランが2つ入っていたりだとか、部屋数もこれだけすごいたくさんあって、思ったよりすごい立派なホテルでびっくりしてます。こういった場所とかも何かあるのかな。よいしょ。ホテルの屋上に来れるみたいですね。屋上ももう大自然だな。見てください、この景色。なんかこういった自然が豊かなリゾートに来ると結構作られた自然っていうのがたくさんあると思うんですけど、このユインシェンルイユンに関してはもうそのままの自然が残ってる感じ。本当になんか大自然のど真ん中に大自然に囲まれたホテルがあって、その中でいろんな自然を楽しめる遊びっていうのがあって、で今なんか調べた感じだったら、奥にあった、アーチェリー場だったりだとか、サバゲー場とかっていうのは今はなんか修復中みたいな感じで閉鎖されてるみたいです。いやー、タイミング悪すぎる。僕は今日このユインシェンルーユエンに泊まるんですけど、ここに来るゴンドラが夕方の5時20分が最後なので、今もう5時ぐらいか、もう5時過ぎぐらいになってくるともう園内ね貸し切りです。なんかこの大自然を独り占めにする感じ、ものすごいいいですね。普
通に今回訪れてみて、やっぱり60年前の遊園地だから、なんか結構古めの施設とか多いんだろうなと思ったんですけど、用意されてたのはこんな台湾の大自然で、やっぱり自然に触れるっていうのはなんかその日々のストレスとか忘れるのにものすごくいいんだなって今回来てすごい感じましたね。めっちゃ蚊にたくさん刺された。かゆいよ。皆さん訪れる際は絶対に虫除け持ってきた方がいいです。僕はめっちゃ刺されました。今レストラン来たんですけど、普通に料理の種類多くてびっくりしました。今見た感じ僕しかお客さんいないので、レストランもしかしたら全然やってないのかなと思ったんですけど、しっかり準備されてました。一応ここのレストランは7時がラストオーダーみたいなので、皆さんもね訪れた際、このホテル以外にご飯食べる場所ありませんので、お気をつけください。谢谢。要帮你送餐具。谢謝。じゃあちょっとビールいただきます。この大自然の中で飲むビール絶対最高でしょ。いただきます。今日めっちゃ運動したから体に調子見ます。最高。うまい。めっちゃお腹空いてたからマジで美味しい。でこの大自然の中でご飯食べられるだけでもめっちゃ最高です。夜になりました。園内の様子こんな感じです。静か。本当に静か。なんか動物の鳴き声と水の流れる音しか聞こえないです。で夜の映像なんですけどどうですかね。今一応ね結構明るいライトがあるので顔とか見やすいかなと思うんですけど、ちょっと暗いところに行ってみますね。今こうやって人がいなくなった園内歩いてるんですけど、これねカップルで来たらめちゃくちゃいいかも。で僕の顔めっちゃ見にくいですね。ちょっと新しい機能使いますか。はい。おおどうですか。これめっちゃ見やすいんじゃないですか。これ新しく追加されたパーツでライトをつけることができるっていう、今までこういう機能なかったんですけど、暗い場所でもこんなに綺麗に映るんだ。すごい。これカップルで来た方がいいっていう理由が、雰囲気がものすごいなんかちょっとロマンティックな感じ。人が全然いなくて、なんか暗い中になんかポツポツポツってなんかライトが置いてある感じ。なんかちょっとロマンティックな雰囲気あるんですよね。こんな感じでロマンティックな絵も撮れると思います。今日実は朝からめちゃくちゃバタバタしてて超疲れてるんですよ。で何があったかっていうと、まず朝起きてウーライに来るためにレンタカー取りに行ったんですけど、レンタカーの駐車場の入り口が工事していて、そのレンタカーが取れなくて、また別のレンタカーを予約して今回この撮影に来ました。まずねその時点でめちゃくちゃ大変だったんですけど、さらにね大変だったのが、なんとスーツケースを家に忘れてきました。最悪です。もうね明日も同じ服着るしかないんですよ。後からお風呂場で洗おうとは思ってるんですけどもう最悪ですね。一応コンビニで歯ブラシとかパンツとか下着系は買ったんですけど、残念ながら無駄な浪費をしてしまいました。でもなんか本当にこの山奥の孤立したホテルにやってきて、5時20分以降はこのホテルに泊まる人と従業員の方以外はいなくなるっていう、空間なんですけど、ここに訪れて自然にものすごいたくさん触れたなっていう感じがしました。今日朝から不運なことたくさん続いたんですけど、なんかここに訪れて自然に触れたおかげでなんかすごい気分が晴れました。本当に。あとやっぱり何より都会の喧騒を忘れてこうやって山奥の中で帰れないスリルを味わいながらここで過ごすことができるっていう、この状況がもしコナン君の漫画の中だったら絶対に今夜殺人事件が起きるんですけど、殺人事件が起こらないように祈りながらお休みしていこうと思います。それじゃあ今日はねもうたくさん運動して疲れたので、ゆっくり休もうと思います。じゃあおやすみなさい。
いやー、ユインシェンルーユエンめちゃくちゃ楽しかった。どうもありがとうございました。頑張ってこの地獄の階段を下りますか。というわけで今あちらの方から下に降りてきました。いや、今回はユインシェンルーユエンっていうロープウェイでしか行けない山の上の遊園地に泊まってみたんですけど、いや本当に普段体験することができないなんか非日常的な体験をすることができて、今回1泊2日で訪れたんですけど、すごい長い時間滞在したような気持ちになる場所でした。実際に訪れてみるとものすごく自然豊かな自然公園みたいな感じで今保護されていて、今回僕非常に運が悪かったんですけど、修理中の遊具とかがまだあったみたいで、その点はね非常に残念だったんですけど、非日常の自然に触れる体験ができてすごく楽しむことができました。ホテル自体もね本当にこのロープウェイを使ってしか行けない場所にあるホテルっていうことで、どんな場所かなって想像してたんですけど、やっぱり建物自体は1990年代に作られた建物なので少し古い部分あるんですけど、もう本当にね日本の昔の昭和を感じるようなホテルで、僕のね大好きな雰囲気でした。あと従業員さんとかも対応してくださった方々とか丁寧に対応していただけたので、すごく助かりました。遊園地自体も、なかなかね、法律の関係とかで、大規模に再開発ができないとか今後ね、さらに大変になっていくと思うんですけど、僕はユインシェンルーユエンめちゃくちゃ大好きなので、皆さんも興味があったらぜひロープウェイでしか行けない台湾で最も孤立した山の上にあるホテルに泊まりに行って大自然を体験してみるとものすごくいい思い出になると思います。今回の動画が面白いと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。